皆さんこんにちは。書道家のたくみです。こちらの動画では文章をまっすぐ書くための3つのポイント、こちらについて紹介させていただければと思います。ポイントまず1つ目として、縦書きは中心ラインが大事。2つ目は横書きは下のラインを揃える。3つ目は文字サイズと時間を揃えて目指すはお団子というこちらの3つのポイントをですね、1つずつ、丁寧に解説していきたいと思います。ではまず1つ目、縦書きは中心ラインが大事ということで、まずですね、ちょっとこちらの方をご覧いただければと思うんですが、少し寄せますね。日本語書く上では、ひらがなとカタカナ、それから漢字が出てくるかなと思います。で今ここに書いてある、ひらがなに関してはですね、中心ラインが、取りやすいひらがなというのをこちら今抜粋してあります。はい。まずここに「あ」が出ていますけれども、「あ」のこの2画目ですね、ここの書き出しと書き終わりがちょうどこの中心に来るよということですね。うは1画目、ここがちょうど真ん中と。えも1画目がここで真ん中、プラス、この折り返したこの下がるところ、ここですね。この縦角がちょうど真ん中に来るよということになります。木に関しては、1画目、2画目、3画目のここの入りがちょうど真ん中ということですね。木とさ非常に形似ているということで、さのここの2画目の入りも真ん中に来るよ。それから地に関しては2画目のこの入りの部分と払い切るこの最後の部分、ここがちょうど真ん中。つも地と似ていますが、最後の払い切るところが真ん中に来るということですね。ぬに関しては1画目、2画目のここの入りがちょうど真ん中からスタートということですね。のに関しては1画目のこのスタートの部分がちょうど真ん中に来るよと。ふに関してはうと似ていますが、1画目が真ん中ということですね。そしてこのま、これは非常に分かりやすいですね。3画目、1画目、2画目、3画目。ここがちょうど真ん中に来る。なので、まが出た時には、これはもう真ん中だなというところをしっかり、意識していただけるかと思います。目、これは先ほどのぬと非常に似てますね。2画目の入りが真ん中。もに関しては1画目、ここが真ん中ということですね。ゆに関しては1画目があって2画目のこの入りとおしまいの部分がちょうど真ん中で来る。始まって真ん中で終わるということですね。そしてよ、これも先ほどのま同様非常に分かりやすいということで、2画目、1画目、2画目、ここの縦がちょうど中心、真ん中に来るよということですね。らは1画目の入り、2画目の最後の部分が真ん中ということですね。それからりに関しては最後の払い切る、ここが真ん中。おに関しては2画目のここの入りの部分とこう来てこの折り返したこの部分、ここがちょうど真ん中に来るよということですね。そして1画目、ここの入りの部分から折り返したこの部分がちょうど真ん中でスタートして一回真ん中で止めてからスッと抜いていくということですね。カタカナもですね、こちら書いてありますが、あの2画目、ここの入りがちょうど真ん中と。いに関しては2画目の縦角がちょうど真ん中に来るよ。うに関しては1画目のこの入りが真ん中ですね。では2画目の縦角がちょうど中心真ん中に来ます。か2画目のここの入りの部分ですね、ここがちょうど真ん中です。
そしてね、1画目の縦画、それから2、3画目の縦画が真ん中に来るよということですね。そして、ほ、これも非常に分かりやすいですね。1画目、2画目の縦画がちょうど真ん中に来るというところですね。そして、カタカナやひらがなと違って漢字はものすごくたくさん種類があるんですが、基本的に左右対称に近い漢字、左と右がだいたい同じ動き、同じバランスの漢字は中心に線が来ることが非常に多いです。なのでこの山の縦画ですとか田んぼの田の縦画、ちょうど真ん中に来るよ。それから左右対称ではないんですが、町のようにこう1ブロック、2ブロック、3ブロック、3つに分かれるようなタイプの漢字は縦画真ん中に来ることがあります。もちろんですね、中心来ない漢字、ここに佐藤さんの佐、藤とありますけれども、中心から外れた形で人弁ですとか左縦画は少しずれますよね。カタカナの絵は真ん中来ましたけれども、絵は、佐藤さんの佐の場合には左少しずれると。あとは節、これも中心は関係なくですね、草冠、草の動きですとか月ですとか右側の動き、中心あまり関係ないよという漢字、もちろんたくさんあるんですが、繰り返しになりますが、左右対称に近い漢字ですとか町のように3つにこう分かれるタイプの漢字に関しては中心が非常に取りやすいかなということですね。縦書きを書くときにはこういったひらがなや、カタカナ、また左右対称の漢字というのを意識しながら、あ、これ左右対称いけるな、あ、このひらがな、例えば「あ」だから中心来るな、あ、まだからこれはもうバッチリ真ん中だなというのをイメージすると非常に縦書きのラインが取りやすいかなと思います。はい、ではちょっと先ほどご覧いただいたの戻りまして、はい、2つ目ですね。横書きは下のラインを揃えるというところを解説していきます。こちらにですね、書いてある文章をちょっと見ていただければと思うんですが、先日は大変お世話にという、ちょっと切れてしまった文章で申し訳ないんですが書いてありますが、上の方は先日は大変お世話にと、横のラインが非常にこうガタついているのがお分かりでしょうか。だいぶ、意識的に書いたのでもうガチャガチャですけれども、やっぱりこれでは綺麗な、文章、まっすぐな文章とはやっぱり言い難いですよね。でその下、同じですが先日は大変お世話にとありますが、僕がこれ書くときに一番意識したのは下のラインです。ここですね、下のここのスペース、ここが均等になるようにというのをイメージしながら書いていきました。で、漢字に対して、ひらがなはちょっと、小さく書くとすっきり見えるんですが、なので、大きい大きい小さい大きい大大きい変漢字小さいひらがなということで、上はスペースが当然変わってくるということですよね。ただ下の方を合わせることですっきり見える、まっすぐ書けるということですね。上は気にしなくて大丈夫です。でこぼこなって大丈夫、下が揃えば大丈夫ということですね。上は気にしない、上のスペース、上のラインに関しては気にせずに下のラインを揃えるというところをぜひ覚えていただければと思います。ちょっとお待ちください。その漢字とひらがなのイメージなんですけれども、ご
めんなさい、10円玉と思ったら5円玉だった。ごめんなさい。こちらの方がちょっと分かりやすいと思うので、イメージとしては漢字は10円です。サイズ的にですね、イメージとして10円玉と、イメージしてみてください。で、ひらがなに関しては1円玉、少し小さくと一回り小さいよというイメージで、ひらがなは1円玉で、この横のライン、こうずれてしまってはやっぱりおかしいので、しっかり揃えてあげるということですね。上のラインに関しては差は出ますけれども、下がしっかり合っていればバッチリ横の書きのラインが揃うということですね。はい、これが先ほどありました2つ目のはい、横書きは下のラインを揃えるということですね。で最後、3つ目なんですが、文字サイズと時間を揃えて目指すはお団子というところ、解説していきます。文字サイズというのは先ほどのこの10円、1円と同じですね。漢字は大きく、ひらがなに関しては少し小さくということです。でこれもちょっと文章書いてあるんですけれども、縦書きですね。だいぶこれも大和に書いてしまったんですが、はい、私は今日学校に行きましたという一文ありますが、漢字が小さかったりひらがなが大きかったりで、先ほどあったこの、時間という言葉、字の間隔ということですね。何時何分というあの時間とは違うということですね。字の間隔を揃えるということで、例えばここなんかはちょっと文字の間隔詰まっているのに対して、このしとたに関しては離れてしまっている。さらに言えば中心もちょっとずれてしまっているということで、非常にガタついた読みづらい一文になっているかなと思います。でこちら同じ文章で、私は今日学校に行きましたという、一文ありますが、これは漢字大きく、ひらがな小さく、中心ラインを取りつつ、あとは時間ということで、そんなにこれもですね、定規を使って、何ミリ揃えてくださいということではなく、目分量で全然問題ないです。ここですよね。文字と文字の距離感を揃えてあげると。で漢字が続くところですとか、漢字の次にひらがなが来たり、またひらがなの次に漢字が来たり、次に来る文字によってサイズ感、文字のサイズ感は違いますが、文字と文字の距離感、時間に関しては常に均等にぶつかりすぎず、渋滞しすぎず、広がりすぎずというところを意識すると、非常に読みやすく、すっきりまっすぐ書けるということですね。でちなみにその漢字に対して、ひらがなは少し小さく、10円の漢字に対してひらがなは小さくというふうなお話ししていますけれども、例えばさいたま市ですとか、つくば市というように、固有名詞、地名ですね。でひらがなが出るときには漢字とサイズは、ぜひ揃えていただければと思います。なので市も今回の埼玉というひらがなも同じサイズ、つくば市というところも同じサイズ感でこれは書いています。また同じように、お名前ですね。で例えばこちらに、近藤さくらさんというお名前書かせていただきましたけれども、漢字とさくら、このひらがなはやはり小さく書くとおかしくなってしまうので、お名前ということなので、漢字と同じ大きさ、サイズ感でぜひ書いていただければということですね。で最後、これはおまけというか、ぜひイメージで、掴んでいただければということで、はい、先ほど実際にですね、コンビニでお団子買ってきたんですけれども、三色団子、非常に美味しそうですけれども、このお団子がですね、文章をまっすぐ書くための非常に、ポイントになると、文章をまっすぐ書くためのポイントです。
この櫛の部分が先ほど出ましたここの中心のイメージです。この櫛の部分が実際その書くときにはこの補助線中心ラインはないことが多いともちろん思うんですが、イメージはこの櫛を中心をしっかり意識するということですね。あと文字のサイズもこれ揃ってますよね。文字のサイズがしっかり揃ってる。もちろん日本語の中では繰り返しになりますがひらがなが出てきたりもしますので大小は多少違ってはきますが基本粒は揃えてあげる。お団子小さかったり大きかったり中心から櫛からずれていたりしたらちょっとみっともないですよね。しっかりこれみんなきれいに揃ってますよね。はい、このきれいなお団子をイメージすると、横書きもそうですね、横こう下のライン揃ってますよね。はい、お団子を意識すると縦も横もバッチリ決まります。特にこの櫛をぜひ、意識していただければというふうに思います。というわけで、こちらの動画では、文章をまっすぐ書くための、3つのポイントについて、紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。動画をご覧になっての、感想ですとか、手書き用の文字でこれがちょっとコンプレックスなんだよな、この字きれいに書きたいな、そういった、質問疑問お悩みなどあればぜひ、コメント欄の方にお願いいたします。また、チャンネル登録まだお済みでない方はぜひこの機会にですね、登録の方をしていただいて、この動画の評価の方もお願いできればと思います。というわけで大変長くなりましたけれども最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。